神様は不幸に我々が見舞われた時にどういう顔をしてどういう言葉を吐くかチェックしていると。こんにちは、三笠書房編集部の中西です。今日は因果応報について開運大王こと桜庭つゆき先生のこちらの本から解説していきます。まず因果応報っていうのはどういうことかというと、自分の行いの結果が巡り巡って自分に返ってきますよという考え方です。で、返ってくるのはいいことばっかりじゃないんですね。いい行いをしたらいい結果として返ってくる。もちろんその反面、悪い行いをしたら当然報いとして返ってくるわけです。たまたま私たちの、虫の居所が悪かったりなどしてつい悪い行いをしてしまった、愚痴や弱音を吐いてしまった、あるいは人に不義理なことをしてしまった、変なお金の使い方をしてしまった、いい加減な仕事の進め方をしてしまった。私たちは聖人君子ではないのであるかと思います。時に、どうすればいいのかと。そもそも因果応報というのは仏教用語で、桜庭つゆき先生は別に仏教徒ではないので因果応報とは言わないんですけども、それに近いような考え方を桜庭つゆき先生もしていて、人生はブーメランの法則、つまり私たちがいつも口にする言葉、行い、人間関係の持ち方、仕事の進め方、お金の使い方などはブーメランとなって天に放たれる。で、ブーメランは帰ってきますから、結果として結局帰ってくると。タイムラグがあって帰ってくる。つまり因果応報に似たような考え方を桜庭つゆき先生もされております。で、話を戻すと、そういった負のブーメラン、つまり悪い行いですよね。は、帰って当然悪い報いとなって帰ってくるし、自分が弱っている時、弱ってるっていうのはつまり今体調が悪かったり忙しかったり落ち込んでたり、そういう時ですよねに限って連続して帰ってくるんだと。で、じゃあそういう時にどう対処すればいいか考えればいいか。私たちはついつい不幸の連鎖があると、この問題さえ解決すればと歯を食いしばって、耐えようとしたり乗り越えようとしたり、一難去ってまた一難とか言ったりしますが、そういった心持ちで、対処しようとしますよね。でも実はそれはあんまりいい乗り越え方や取り組み方ではなくて、というのはたとえ不幸を乗り越えたとしても、その先にあるのはまた新しい不幸なだけだと。不幸は乗り越えるものではなくて、感謝して受け入れて初めて不幸の連鎖は終わりますと。では受け入れて感謝するっていうのは具体的にどうすることかというと、神様は私たちに不幸を起こすことによって何かに気づかせようとしている、改めさせようとしている。つまり不幸には神様のメッセージが隠れているそうなんですね。これ神様のセリフなんですけども、悪いけどちょっと理不尽なことするよ。あんたがその時どんな顔をしてどんな言葉を吐くかテストするからね。お願いだからちゃんと合格してよね。ということで、不幸があった時になんで俺ばっかりなんだとか、なんで俺がこんな目に遭わないといけないんだとか、ふざけるなバカ野郎とかではなくてですね、来た、これは何のメッセージだと、むしろテンションを上げていく。そこに神様は何を気づかせようとしているのかと考えようという姿勢で、取り組むことが受け入れて感謝をしていることだと。本当にそうなのかと、疑問に思われるかもしれませんので、ではここで桜庭つゆき先生の面白い実例をご紹介します。というのも桜庭先生が四国の88カ所巡りのお遍路さんを終えて、桜庭先生はトイレ掃除も使命とされているので、行った先一箇所一箇所のトイレを全部掃除してきたと。で、先生は桜庭流で素手でトイレ掃除されるんですが、それをともかく周りにいた人からはあんたすごいよと、今までそんなことした人いないよと、空海もびっくりだよと、宝くじも買えなよなどと、驚かれた、歓迎されたそうです。で、桜庭つゆき先生自身もどんないいブーメランが返ってくるんだろうとワクワク楽しみにしていたところ、なんとその翌日万引き犯を追っかけて転んで骨折してしまいましたと。で、普通だったらいやいやトイレ掃除したのに報われるどころかなんでこんなことになるんだと、損しただけじゃないかと、そんなことならトイレ掃除しなければよかったと考えてしまうかもしれませんが、桜庭先生は私たちの身に不幸が起こった時はそれは神様の試験だということを知っていたので、おーっと骨折した時にこれは神様の愛のメッセージだ
ということに気づいてですね、いろいろとそのメッセージがじゃあ具体的にどういうことなのかということを、考えながら生活された。で、当然松葉杖生活になったわけですが、ふと車椅子の方を見かけた時にパッと降りてきたと、神様のお告げが。自分はこれまで足が2本あって普通に歩けていることになんてありがたいことなんだろうかと感謝したことがなかったということに気づいたそうなんですね。そこで桜庭先生は初めて自分の足に対して今まで元気に動いてくれて本当にありがとう、感謝したことがなくてごめんなさいと自分の足に感謝謝ったそうなんです。で、そんなこんなで、通院してたんですが、お医者さんからあれ折れた箇所ってここだったっけと、なんと全治3ヶ月の骨折が一瞬にして治ってしまったそうです。先生はありがとうパワーなどと言ってますが、その真偽はともかく、私たちに偶然の不幸があった時はその不幸を乗り越えるべき障害だと思ったり、ましてやそれに対してなんだくそとネガティブに考えたりするのではなくて、そこには神様からの愛のメッセージが隠れているんだと。それに気づくと不幸の連鎖は終わりますよ。ですので、最初の話に戻ると、悪い行いをしてしまったと。じゃあ当然負のブーメランが返ってくるわけですが、今後起こる不幸に対して私たちは何を気づかせられようとしているのかという視点を持って生活されてみてはいかがでしょうか。ということで以上でした。このチャンネルはまだまだ垢抜けませんが、これから頑張っていきますので、チャンネル登録していただけると大変励みになります。最後まで見ていただきありがとうございました。今日も皆様にとって素敵な一日となりますよう。いってらっしゃい。